にちは、もずくです。今回は3つ目の島、スリーピー島の島クリエイト動画になります。パチ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 はい、ちなみにまだ始まったばかりなんですけど、ここまでどうでしたでしょうか。世界観をなるべく表現したかったので、島のテーマに合わせた曲とオープニングを作ってみました。ここ1ヶ月くらいの間で地形厳選から住民厳選まで生配信で進めてきたので、知っている方もいるかと思うんですけど、スリーピー島の島のテーマは魔法使いが住む島です。そこに RPG 要素も取り入れつつ島を作っていこうと思っています。まだこういうテーマで島を作ったことがなかったので、すっごくワクワクしているんですけど、動画一本一本にストーリー性を持たせて作っていこうと思っているので、ぜひ島が完成する時まで見ていただけると嬉しいです。では長くなってしまったんですけど、早速始めていきます。どうぞ。まず今回作る場所は飛行場周りです。スリーピー島は左端に飛行場がある地形になっているので、西の砂浜までの距離はこんな感じです。で、魔法使いが住む島の入り口ってどんな感じがいいかなって考えたんですけど、思い浮かんだのが RPG ゲームの最初のエリアで、最初のエリアってプレイヤーのレベルもまだ低いっていうのもあって敵も出てこなさそうじゃないですか。で、それに加えて自然豊かなイメージもあるので、スリーピー島の島の入り口は植物も水もあって、さらに冒険の始まりっぽく崖と滝で囲われているエリアにしていこうと思います。なのでまずは滝を作るための崖を作っていくんですけど、更地すぎてどこから作ればいいのか難しいので、とりあえずカメラを開いて映ってほしい場所に崖をちょっとだけ作っておきます。で、ちょっと違ったら修正したりなんかもします。はい。では、これでなんとなく崖の位置が決まったので、次は入り口のすぐのところに木と低木を植えていきます。全体はこんな感じになりました。木は5本しか植えていないんですけど、入り口すぐのところに植えたので、もりもりな感じになったかなと思います。では次は道を敷いていきます。冒険の始まりのエリアなので、道っていう感じの道ではなく、お借りした植物の前デザインで道を作っていきます。さらに木の後ろのエリアは立派すぎない遺跡っぽくしたいので、遺跡シリーズに合わせたタイルを横9マス、縦6マス敷いていきます。で、このお借りした素敵なマイデザインはひびが入っているバージョンのタイルもあったので、そのタイルもランダムに敷いていきます。全体はこんな感じになりました。では次はタイルの上の遺跡を作っていきます。で、ここからしっかり見といてほしいんですけど、家具を置くだけでめちゃくちゃ冒険の始まりっぽくなります。あ、でもサムネで分かってるかでも、はい、それでも見といてほしいんですけど、まず奥のアーチは立体的に見せるために柱と組み合わせて、あと今回のエリアは左右対称にしたかったので、手前の両端に柱を並べてます。で、最初の方で奥の崖を後ろに下げたんですけど、家具を置いたら元の位置でもいいかなと思ったので戻しました。で、全体はこんな感じです。どうでしょうか。家具を1、2、3、4、5、6、7個置いただけで冒険の始まりっぽくなったかなと思います。では、まだまだ冒険の始まりっぽくしていきます。まず、真ん中にマンホールを置いてメリハリをつけて、もっと立体的に見せていくために遺跡の腰掛けと鶴の腰掛けを飾ります。で、はい、ここ注目。この遺跡の腰掛けとユリのステッキを組み合わせると、石からお花が生えているみたいに見えるんですよ。たまたま置いてみて発見したんですけど、
もう配信とかで言いたすぎて言っちゃいそうだったんですけど、ここまで我慢しました。ぜひ皆さんも使ってみてください。では次は植物を増やしていきます。タイルの後ろ側の方に木を植えて、さらに世界観を表すために大きなつるを置いておきます。で、また全体を見てもらうと立体感が出たかと思います。ここからさらに神秘的な感じもちょっとプラスしたいので、キューブライトに組み合わせる天才的なマイデザインを見つけたので、柱の上と入り口の手前側に飾っておきます。これで RPG っぽさも出たかと思います。では次は横のエリアの範囲を決めるために木や低木を植えていきます。入り口前でカメラを開いて、十字キーを左右に動かした時に見えるところまで作っておきました。横の範囲が決まったので、どんな崖の形にするか縁だけ作って決めていきます。はい、ここまで見てお気づきかと思うんですけど、今回のエリアは崖が重要になってきています。というか、今回のエリアほぼ崖です。ちなみに歩くと全体はこんな感じになっています。さらに入り口側から見るとこんな感じです。まだまだ殺風景な気がするので、3段目を作るプラス竹を作ったり、木を植えられない分たくさん低木も植えていきます。とりあえず左側だけ作ってみました。画面を手のひらで右と左交互に隠してみてほしいんですけど、3段目と滝があるかどうかでかなり変わったかと思います。なので右側も奥も同じようにどんどん作っていくので、早送りタイムスタート。はい、全体はこんな感じになりました。これだけでも十分なんですけど、このエリアは海が近いエリアでもあるので、崖の上にヤシの木を植えていきます。カメラで見るとちらっとしか見えないんですけど、歩いた時にしっかり映るので、崖の上も手を抜かず植えておきました。では、そろそろ仕上げに入っていきます。空いたところに雑草を植えて、ちらっと草地が見えているのが気になったので、タイルも追加しておきます。で、次に皆さん気になっていたかと思うんですけど、いや気になってないかもしれないですけど、このくぼみは次のエリアにつながるための道と坂を作ります。なので、まずは統一感を出すために入り口前と同じ道を敷いて、空いたところに雑草を植えます。では最後にナチュラルなスロープを設置して、これで島の入り口は完成です。いかがでしたでしょうか。今までしたことがなかったテーマで作ってみました。
で、皆さんここまで見てくれて分かったかと思うんですけど、今回のテーマ、やったことがない分、ものすっごく楽しいです。新しいことを始めるってこんなに楽しいんだと分かりました。こんな感じで島が完成するまで進めていくので、ぜひまた見てもらえると嬉しいです。では、最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもたくさんお待ちしております。ほいじゃあ。